今回の課題用紙からここに質問事項をまとめてもらうようにして、フェイスラインを左右対称に書くにはどのようにすればよいですか。確認しながら、反転したりとか、アナログの人だったら、透かすっていうのを裏返して書くとかね、方法があるんですけど、バランスを取るっていう意味でなんですけど、こういう線とこういう線はどっちが同じ線を引けるでしょうか。今書いたこの線と同じものをここにこう引くのと、この線をこう引くの、再現性が高いのどっちって。圧倒的に直線の方が書きやすくないですか。そう、直線の方が扱いやすいんです。扱いやすいっていうのはコントロールしやすいんです。そして再現性も高いんです。でなおかつ今こう一本中心線、正中線を引いたと思うんですよ。そうするとこれも基準にしやすいですね。でこんな感じで台形、頭をこんな感じで台形で区切る。そしてここも顎も一旦ですね、顎の複雑なラインを無視してこう三角形を組んでみてください。でちょっと俺のこれでも歪んでると思うんだけど、いや機械じゃないんで人間の手ってそんな綺麗に左右対称になんか絵として不自然じゃなければいいんですって。絵として不自然だったらその分書き直しましょう。だから僕でもこうなりますもん。だからずっと長年描いてる人間だってそんな綺麗にぴったりなんかそんないかないですって。なんでなんかあくまでちょっとでもなんでしょうね、うまく描けるであろう描き方をするっていうのが大事で、うまく描けるかどうかはまた別問題なんですけど、こう描けばうまく描けるよねっていう方法があるのね。それは僕がやってるみたいに、直線縛りでちょっと描いてみる。ちょっとロボットみたいなつまんない絵に一旦なってしまうんですけど、こういう描き方していくと、今自分が描いてる絵に比べて図形の組み合わせみたいに描いていくと、なんかこう素敵さが減るんじゃないかと。減るかもしれない。だけどそれによるなんでしょうね、今日はなんか線の感じがいいなとか、僕もね素人の時そういうのはよくありました。昨日はうまく描けたんだけど今日うまく描けないみたいなのとかね、昨日はダメだったんだけど今日はなんか調子いいなとか、それって自分の雰囲気とか感覚に頼りすぎてるっていうことなのね、そういう描き方って。だからすごいムラが生まれやすいのね。で僕みたいにさ1日何十枚も添削をするとかで、アニメーターとかも1日ね何十枚も描くわけじゃないですか。でそういう時になんか今日はうまく描けてなんか明日は微妙でその次はまたちょっと良くてみたいな、そういうムラがあっちゃダメなのね。でムラがなくなるためにはどうしたらいいかっていうと、このように確実に着実にうまく描ける手順で描いていくっていうことです。その時に今書いてるみたいに直線で書いてみるっていうのも一つの手だし、そして基本比率をしっかりとる。例えば頭の中心よりも下に目があると子供らしいよね、可愛いよねっていうキャラクターになるっていう決まりがあるのね、ある程度。っていう基本比率を前提に絵を描き始めると、今日たまたま可愛く描けたとか、なんかそういうのがなくなるんですよ。ちょっとこの人ね、髪の毛もうちょっと大きくてもよかったかもしれない。そして肩幅がここだとしたらすごいちっちゃいことになっちゃうのね。この人多分ある程度大人の女性をイメージして多分描いてると思うんですね。少なくとも中高生高校生以上というか。そうするともっと首が長くて肩幅が広くないとこの顔に合わないことになります。そう、顔と、肩の比率を、キャラクターの印象に合わせて変えるっていうことがで、ちゃんと髪の毛に対してこのぐらいの厚みとか幅っていうのをちゃんと決めてね、しっかりとボリューム感をねコントロールする。そして今こう生え際ちゃんと描いてるでしょ。この生え際すごく大事です。生え際があることによって髪の毛上からこう流すんだけど、その時もで、そしてこの毛束は不揃いにある程度しましょう。自然に流れるように。そしてちょっと今ねこの線がね、この毛束線がね平行に引いちゃってる。こう平行かなり平行っぽく描いちゃった。この毛束線あんまり平行に描くと硬い印象になります。平行な線っていうのは人工物しかないんですよ、実は。人間の顔とか体とか、手とか、僕のこの体にどっか平行なとこあります？今なくないですか？メガネか。メガネのこの縁は真正面向いたら平行です。なんだけどこれだって実はこういう風にパースがつくと平行じゃなくなるのね。
っていう風に人工物、例えばこういうパッド、こういうのは極めてもう平行だなって感じするでしょ。カメラ方向ぴったりまっすぐ向いたら平行になる。ということは実は平行なものって絵の中でほとんど存在できないんですよね。なので基本平行なものを作らない。例えばこの線も今始まる位置をこう変える。ただこれも変えればいいっていうわけじゃなくて、上からちゃんと髪の毛が流れてることを意識して変える。でそして鎖骨をこの肩の骨から真ん中に持っていくという感じでできました。フェイスラインを左右対称に描くにはちょっと直線ベースで取ってみてくださいってことですね。頭の形をしっかり取りますと。で、左右の目のバランスいいですね。もうちょっと首長く肩幅広いのが大事ですね。ちょっとねここも大事で、白目っていうやつね。白目っていうのは僕はアニメ主軸なんでそういう言い方しますけど、アニメで用語でいうとこの白目ね、白い目になるところがどういうサイズになるのかって、どういう形になるのかって、今僕こう色鉛筆っていうか赤線で描いてますけど、ここの部分もすごく大事。ちょっとこれだとどうなるかな、ちょっと白目が怪しいですよね。白目ってNG 例ね、白目の NG 例ね、こういう風に描くほど、もう僕もそうでした。学生時代こんな白目よく描いてました。これじゃちょっときついですよね。こういうキャラクターもいなくはないからそれダメ、いいんだけど、基本この白目はなるべくこの目全体をこう丸くイメージして、丸くなることをイメージして外側を取ると可愛くはなります。白目が丸くなるのでね、そういう風にするといいよっていうことですね。でも左右のバランスいいと思います。でも左右のバランス悪くないと思いますよ。そんな悪くないですよ。1だ。はい。さあ次の方。可愛いっていうかね、綺麗な絵ですね。肩幅すごくいいし、この全身をイメージして描いてるっていうのはすごくいいことです。はい。この部分がね、この線をこうするだけでねすごく良くなるっていう部分があって、この人惜しいな。意外なところをねさっとここ変えるだけでねっていうところがありますよ。なんかね雰囲気いいっすよね、パッと見て。でこの線見て、この線をねこうじゃなくて逆こっちにするとね、さあ皆さん分かりました？この線をこうするだけ。見て何が変わった？これ胸張ったと思いません？姿勢良くなったと思いません？これだけで面白くないですか？これほら、ね、今この線がだからこうなってんの、こうなっちゃってんの、今分かる？それをこうした方が姿勢よく見えない？まずこの胸のこの線を逆にしたでしょ。そして顔ね結構うまいんだけど、目に画数つけた方が雰囲気は出ます。例えばこういう目、悪くはないんですよ。悪くはないんだけど、絵にするときにちょっとこうね角を作ってあげた方がやっぱりちょっとまとめやすいし、角度の変更とかしやすいんだよね。これはほとんど好みとか手癖の問題だかもしれないんだけど、これ1個1角2角ってちょっとつけてあげた方が形は取りやすいと思います。そしてねここ結構重要なんですけど、この人のはできてますけど、目と耳の高さが同じ、正面顔だと。いやなんかちょっと耳少し上の方にありませんですかって。それねちょっと耳上の方にあるの、あれね実は顎引いてんですよ。顎引いてる俯瞰の顔はちょっと耳上になります。基本真正面は目と耳の高さ同じで、これが耳が少し上がるというか目がちょっと下になると顎引いてかっこいい顔になるんだよね。実は煽りの顔でかっこいい人って相当男前ですよ。煽りの顔じゃなくて誰でも多少俯瞰にしたくなるんだよね。なんか
鼻の穴を見せたくないっていうかさ、多分なんかあんまり煽りでかっこよくなる人ってそうそういなくて、だいたい俯瞰の方がまだ顔マシになるのね、人。そういう風に絵もやっぱどっちかっていうと煽りよりも俯瞰の方がかっこよく見えるのね。だからこう多少目と耳がこうねずれて、耳がなく上の方にある絵多いんですよ、そのカッコつけて。だからそういうの見慣れてると、これを正面の絵と勘違いする人結構多いわけなんですけど、これ正面じゃなくて実は俯瞰なんですよね。真正面だと目と耳の高さが同じになります。で背景はもうちょっと広い方がいいかな、っていう風に実はで、ちょっとちゃんと頭の形をしっかり取ることによって、この髪の毛と頭の関係もちゃんとはっきり分かるでしょ。ここら辺明確にしとくと絵がちゃんと形が取れていきます。今少し髪の毛と頭のこうね見てみるとちょっと曖昧なところもなくはないね。大体でもよく描けてると思うんですけど。でそしてこの、鎖骨見えるかな。鎖骨ここからこうだからほんと隠れるんじゃないかな、鎖骨って。なんか、その見えるかな、この T シャツの感じで。本当に絵ってさ、こういうさちょっとした差でだいぶ印象変わるのが絵の面白いところ。目の錯覚みたいな感じね。同じシルエットの中なのに、この線を一本ほらこれだけで胸張ったっていうね、姿勢良くなった。こういうほんと線の内側外側とか線の入れ方によって立体が変わるとか、ここら辺がね絵の面白いとこだよね。だからほとんどシルエットはよく描けてると思う。次の方。あと髪の毛の束がちょっと同じになりすぎちゃったかな。一つのスタイル決めたらそれでずっと描かなきゃいけないみたいな人結構多いじゃないですか。それねあんまり良くないんだよね。うまくならないんですよね。だからもういろんな描き方、いろんな技があって、それを絵に合わせて随時使い分けられるっていうのがいいと思うんですよ。これやんなきゃ、こういう手順じゃなきゃダメってことは絵はないから。いやだからよりうまく描きやすい描き方ってあるのね。例えばさ、顎の一部から全部とか目の一部からさ全部を完成させるとかさ、なんかその安彦さんって言ったのガンダムの絵描いてた人とかすごいなんか特殊に上手い人とかそういう描き方してなくもないのって 100% それが間違いとは言いませんけど、凡庸なる我々が同じ描き方して安彦さんみたいに描けるかって話なんですよね。ちょっと難しいんじゃないですかね。ちょっとこの前髪の毛束をね不揃いにしたいですね。これ髪の方向を単調にしないために毛束の数を最低限にした方がいいんでしょうか。そういうことじゃないですね。元の方は見ると形のパターンが似ちゃってんですよね。こういうのしかないんです。どっちかっていうとそうじゃなくて、毛束のパターンは例えば分かりやすく言ってこうねじれを入れると大体のものうまくいきます。その1は今のこれでいいですよね。その2は例えばこうやってねじるの、こうやって。でその3はそのサイズを変えるとか、あとこのスタートラインの位置も変えるとかね。そうするとこうものってさ立体的なものっていうのはそんなに、さっきも言ったようにこれってノコギリの刃みたいじゃないですか。ノコギリの刃ってことこれ平行なのね。こう平行じゃないですか。こう平行に続くものっていうのは平面であるってことなのね。で人間の頭って平面じゃないじゃん。このおでことかね、こうある程度カーブしてるでしょ。そこに乗ってるのに、そもそも同じ幅で存在するはずがないよねってことだね。実際の人間はこんなギザギザしてないじゃないですか、人間の頭。それもデフォルメして描いてるんだけれど、その中でも、この毛束の描き方をこうやってちょっと工夫するだけで、頭のこの丸みをこうちょっとね、みかんの皮みたいな感じでこう丸みを意識した頭の形ね、そういうのをちょっと意識すると顔と肩幅のバランス良いです。こちらの方ね、基本的になんかかっこいい感じの絵なんだけど、襟とかここら辺の立体がちょっと怪しいかな。表情とか顔とかはかっこいいんですけど、ちょっとそこら辺工夫できたらいいなと。頭から首肩のラインはやっぱスッとまっすぐまっすぐじゃない、なんつうの、しっかり流れとして組んでカーブつけた方がスムーズには見えます。ほらこれさ、もう
バストアップの最小単位だと思いません？シルエット、今僕が描いてるこの一番情報量が少ない状態、この時点でちゃんと描けてるかどうかをこだわってほしいんですよ。これだったら直すの簡単じゃないですか。絵をめっちゃ描き込んだ後に描き直すのってすごい大変なのね。そしてすごい時間がかかるのね。この少ない線の段階でちょっと僕の描き手順見てほしいんですよ。次ここ描くやついるか変じゃないこれ。そこの線いるみたいなちょっと見て、この手順に秘密があるので、ほんと手順見てください。添削のそんな風に描くの、そこに発想する人多分あんまいないと思うんですよね。だけどちゃんと全部理にかなってるんです。この手順に意味が全部あるの。耳が上に来ちゃってますね。さっき実は説明してたでしょ。目と耳の高さは正面顔だと同じで、かっこいい顔描きたくなる時ってやっぱ顎引きたくなるんですよ。なのでかっこつけてかっこいい形を描きたい気持ちはすごくわかるんだけれど、てかそうなるって正解なんだけど、絵としてはなんだけど、ちょっと正面顔っていうのをね、ちょっとその応用するためにもちょっと、課題で出しているので、ちょっと正面顔を描けるようになってほしいんですよね。だから意図せずして知らぬ間に俯瞰の顔になっちゃっているので、ちょっとコントロールをできるようになってほしいわけです。だから絵として間違ってるわけではないです。そういう意味ではね。こういう複雑な髪型のやつはベースのやっぱ髪の毛の位置とか形をしっかり取ってあげるとね、途中で髪の毛薄くなったりとか、密度差が生まれたりとかすると、基本あんまかっこよくないっていうか、変にやっぱ見えちゃうんで、そうならないように。襟か。この裏側に回り込んで、もうちょっと広く、このぐらい見えないとこういう服のやつのそういうのに見えないんじゃないかなっていう気がするんですけど。外側から内側に攻めてってるのが分かります。そしてこのシャツの内側のこの部分をこんな風にね、タートルネック状に取って、でそこからこうでもすごい線のタッチな感じがしてね、かっこよくキャラクター描けてんじゃないですかね。ちょっとの差なんですけど、少し首長くしてとスタイルよく見えません？だから襟左右の襟をひとまとめてね。よし、次の方。はい、じゃあこちらの方最後にします。ちょっとね、目の配置がちょっと不安定なんですよ、この方。まず目がもうちょっと中心にあってほしいのと、あと目描くときにこのように最初からある程度全体がどう形が区切られるかをこうやって意識して描いておくと全体像が見えやすいです。そして目と耳は同じ高さ、今日何回も言ってますよね。目と耳同じ高さ、ここ結構皆さん曖昧な人多いです。そして目も最初ね、いきなり丸で描くとしんどいから、こうやって線でシュッシュってちょっとね、当たりをつけるみたいにするとだんだん
それらしくなってくるでしょ。そして髪の毛はこのように毛束を1個にまとめます。そしてそれ以外もこうね、いきなり顔だけに集中してないの分かります？目を描いたと思ったら次髪の毛描いてるよね。この顔の中身なんか入れちゃいないでしょ、ね、そしてこの正中線がしっかり大事で、そして鎖骨がその正中線、肩の線から中心にこう向かってくるところで鎖骨が生まれるとかっていう風にこう全部順番がある程度あるのね。でそして目を守るように眉毛がその上にあると。ちょっと垂れ目なんですかね、この人ね。こうで左右のバランスだから、今こう描いたこの形を覚えた指先でこっちを描くのね。っていう風に左右交互に描いていくと、今描いたこの線を覚えといて描く。だから次右描いてたら次左で描くぞっていうことをちょっと意識して、ちょっと覚えようと思って意識するっていうのかな。そうだからその時もこういう視野でこういう視点で絵を描くとどうしても細かくなっちゃうから、なるべくだってやっぱり両目をセットで、なるべく視野はこうでもなくこうでもなくこうだって今描いてるのここだから、全部をなるべく見て一本引きたいです。なるべく視野には入れてほしいの。特にこうデジタル作画じゃなくてアナログだったら見えてるはずだから。でデジタルの人もあんまり寄りすぎると決していい絵にならない。さっき言ってディテールの部分っていうのはだんだん細かくね描けるかもしれないけど、ディテールがいいかディテールは綺麗だけれど結果バランスが悪いみたいな絵ってすごく最近よくあるので、やっぱりどっちが大事なんだっていうと全体のバランスの方がなんか圧倒的に大事なんですよ。線がいくら綺麗でもバランス悪いものってさ、どうやってもいいものにならないんで。ということでなるべく視野を広げるっていうのはやっぱかなりアニメーターというか絵が上手くなりたい人というか、漫画もそうだよね。漫画もイラストも全部そこは共通してると思う。視野が絶対広い方がいいし、なるべくその絵を描くときにまとめたいですよね。もうちょっと目を中心に寄せて、目を中央に寄せて、で目と目の間に目1個分って言われてるんですよね。目と目の間に目1個分、このぐらい。目の間隔は間に目1個分という感じですかね。1でか流れた1、こうか1と。はい、では、お疲れ様でした。